あんたがいたデケリアはイギリス主権基地領域だ。キプロス島にありながらキプロス政府の主権が及ばないイギリスの海外領土。あんたはキューバの中のアメリカからキプロスの中のイギリスに担ぎ込まれたんだ。なぜデケリアに？イギリスとアメリカの同盟関係は強い。サイファーもいわば身内があんたをかくまっているとは思わなかったんだろう。だから9年もの間あんたは英軍病院の中で眠り続けることができたんだ。クジラの腹にいればクジラに見つかることはない。ゼペットじいさんみたいにな。それでピノキオが俺を外へ連れ出してくれた。あの男は？サイファーは仲間の腹まで先に来た。それだけあんたを消したかったってことだ。起きたな。乗り換えか？捕鯨船でスエズは通れん。スエズ運河いつ通れるようになった？あんたが襲われて間もなく、中東戦争後の総会が終わってからだ。立てるか？まずはコンテナ船に乗り換えスエズ運河を抜ける。行き先はパキスタン、アフガンの南隣だ。船を降りたらペシャワールを経由して国境を目指す。カイバル峠までは車だ。その先は？馬だ。アフガンの主要な道路はソ連が抑えてる。使えるのは迂回路、細く曲がりくねった山道だけだ。ここは車より馬がいい。アフガンゲリラの戦術だ。高い稜線で空からの目をかわし、山を駆け巡って奇襲をかける。ソ連の部隊はこいつに苦しめられてるんだ。日程は通常の半分しかない。強行軍になるだろう。乗馬は得意だ。リハビリにちょうどいい。その新しい左手にも慣れてくれ。スネーク、これを試してくれ。義手か。ソ連孤高の権威によるハイエンドプロトタイプだ。リハビリは順調だな。その腕回りならもうハマるだろう。よし、ちょうどいい。慣れたら昔の左手より言うことを聞くぞ。どうだ？まだ元の手の感覚が残ってる。早く新しい体になれるんだ。痛みはあるか？たまにだがな。どこだ？指の先だ。左手の指先に。原始痛というやつか。あんたの頭はまだなくした左手を覚えているんだ。ああ。目の方はどうだ？ちゃんと見えるか？ああ、今はな。頭に刺さっている破片は視神経を圧迫している。強い衝撃があると視覚野に影響が出ることもあるらしい。医者もそんなこと言ってた。目で見たものが正しく脳に認識されない、減少する可能性がある。存在しないものが見えたり、あるいはあるがままに見えなくなる症状。どうだ？心当たりはある。いつ？起きてすぐだ。色がぼやけて。色か。死ぬようなものではないが、とっさの判断では命取りになるかもしれん。気に留めておいてくれ。分かった。よし。リハビリを怠るなよ。すぐ上陸だ。今しか猶予はないぞ。